今回は NDR Air を LG Velvet L52A で使う方法についてご紹介します。2022年3月に NDR 社のスマートグラス NDR Air が発売されました。NDR Air は重さ 79g と軽量でサングラスのような見た目が特徴的です。NDR Air は対応するデバイスと USB-C で接続して MR 機能やミラーリングを利用することができます。早速私も NDR Air と対応スマホである LG Velvet L52A を購入して使ってみました。そして無事に MR モード、エアキャスティング、スクリーンプラスの機能を使うことができました。そんなわけで今回は NDR Air を LG Velvet L52A で使う方法について見ていきましょう。まずは LG Velvet L52A の初期設定について見ていきます。LG Velvet L52A の初期設定の段階では特に必要な設定はないのでお好みで設定していきます。ちなみに LG Velvet L52A の OS のバージョンは Android 10でも Android 11でも NDR Air が利用可能です。Android 11の方が機能が豊富なのとセキュリティ面が強化されているのでおすすめです。今回は Android 11を使って説明していきます。まずは LG Velvet L52A を Wi-Fi に接続して次へを選択します。次に Google 関係の機能をお好みで設定しましょう。次にドコモ関係の機能をお好みで設定しましょう。初期設定が終わるとホーム画面に豆腐のようなキャラクターが暴れ回って目障りなどが確認できます。この豆腐くんを長押しで選択します。豆腐を長押ししたらキャラ表示とキャラ自動アップデートをオフにしましょう。これでホーム画面に豆腐が出てこなくなります。以上が LG Velvet L52A の初期設定になります。続いては LG Velvet L52A に Nebula のアプリをインストールしていきます。まずはホーム画面から Google Play を選択しましょう。Google Play を開いたらログインを選択してお使いの Google アカウントでログインします。ログインが完了したら Google Play の検索ボックスに Nebula と入力して検索します。Nebula で検索したら黒い手裏剣のようなアイコンの Nebula NDR Technology と書かれたアプリのインストールのボタンを押します。インストールを選択したら完了するまで待ちましょう。以上が Nebula のアプリをインストールする方法になります。続いては Nebula のアプリの初期設定について見ていきます。Nebula のアプリがインストールできたら開きます。アプリを開いたら同意して続行を選択します。同意して続行を開いたらスキップを選択します。アカウントはなくても使えるのでスキップしましたが、後でログインや登録も可能です。スキップを開いたら次へを選択します。次へを開いたら写真と動画、音声、電話、写真やメディアなど4つほど許可を求めてくるので、すべてにアプリの使用時のみ、または許可を選択しましょう。4つほど許可を選択したら、すべての権限が許可されていることを確認と表示されるので、設定画面へを選択します。設定画面へを開いたら、システム設定の書き込み許可の項目のスイッチをオンにしましょう。スイッチをオンにしたら、Nebula のアプリに戻って、プッシュ通知の受け取りに同意するを選択します。以上が Nebula アプリの初期設定になります。続いては NDR Air と LG Velvet L52A を接続していきます。NDR Air に付属されていた USB-C ケーブルを NDR Air の左側の端子部分に接続して、ケーブルのもう片方側を LG Velvet L52A に接続します。NDR Air と LG Velvet L52A を接続すると、Nebula を開いて NDR Air を利用しますかと表示されるので OK を選択します。初回の場合はこのタイミングでアクティベーションとアップデートが始まります。OK を開いたら次は LG Velvet L52A の通知センターを表示します。ここからがとても重要で LG Velvet L52A の通知センターを下へスクロールして Android システムスクリーンプラスに接続されています。タップして画面共有に切り替えると書かれた項目を選択します。ここでスクリーンプラスに接続されていますを選択しておかないと MR モードとエアキャスティングが利用できないので注意が必要です。私はこの部分の設定を見落としていたせいで何時間も MR モードとエアキャスティングが使えずにさまよってしまいました。ちなみにスクリーンプラスの機能を使用したい場合は再度通知センターから同じように選択しましょう。スクリーンプラスに接続されていますを選択すると LG Velvet L52A の画面の左側に緑色のアイコンが表示されます。この緑色のアイコンが表示されていれば MR モードとエアキャスティングを利用する準備が完了です。以上が NDR Air と LG Velvet L52A を接続になります。
続いては MR モードとエアキャスティングを使っていきます。エンリアルエアと LG ベルベット L52A を接続した状態で Nebula のアプリから MR モードを選択します。もしも Nebula を利用するにはエンリアルグラスと接続してくださいと表示される場合は USB-C ケーブルを接続し直しましょう。MR モードを開くとスマホの画面がコントローラーに切り替わります。エンリアルエアを接続して UI が表示されているか確認しましょう。MR モードはスマホのジャイロを使ってポインターを移動しタップすると選択になります。もしも画面が真っ暗で何も表示されない場合はコントローラーのホームボタンを押してみましょう。また画面が表示されているもののカーソルが表示されないという場合は Nebula のアプリを再起動してみましょう。MR モードからエアキャスティングに切り替えたい場合は通知センターを開いてフルスクリーンエアキャスティングを選択します。動画などのコンテンツを視聴したい場合はエアキャスティングの方が便利です。フルスクリーンエアキャスティングを開くとミラーリングに切り替わります。画面の左側にある緑色のアイコンを選択します。緑色のアイコンを開いたらテレビサイズ16対9という項目を選択します。テレビサイズ16対9を開くと画面の比率が16対9になるのでエンリアルエアでフルスクリーンでコンテンツを見ることができるようになります。YouTube、Netflix、Amazon プライムビデオ、Disney+、TVer などで動画を再生すると横画面のフルスクリーンになります。背景を透過せずに真っ暗にしたい場合は付属のシェードをエンリアルエアに接続しましょう。以上が MR モードとエアキャスティングの使い方になります。LG ベルベット L52A では MR モードとエアキャスティングの他にもスクリーンプラスというモードも利用できます。スクリーンプラスではパソコンのデスクトップ画面のようにして使うことができます。スクリーンプラスを使うにはまずエンリアルエアと LG ベルベット L52A を接続した状態で通知センターを開きます。通知センターを開いたら下へスクロールして Android システムスクリーンプラスを利用可能です。タップしてスクリーンプラスに切り替えるを選択しましょう。スクリーンプラスの画面を操作するには通知センターの上の方にあるスクリーンプラス端末をタッチパッドとして使用を選択するとコントローラーに切り替わります。スクリーンプラスではタッチしたまま動かすとマウスカーソルが移動しタップするとクリックになります。再度 MR モードとエアキャスティングを使いたい場合は通知センターを下へスクロールして Android システムスクリーンプラスに接続されています。タップして画面共有に切り替えるを選択しましょう。以上がスクリーンプラスの使い方になります。今回はエンリアルエアを LG ベルベット L52A で使う方法についてご紹介しました。このようにエンリアルエアと LG ベルベット L52A を接続することで MR モード、エアキャスティング、スクリーンプラスといった機能が利用できます。エンリアルエアを使用するにはまず LG ベルベット L52A に Nebula のアプリをインストールしましょう。エンリアルエアと LG ベルベット L52A を接続したら通知センターから Android システムスクリーンプラスに接続されています。タップして画面共有に切り替えるを選択しないと MR モードとエアキャスティングが使えないので注意が必要です。逆にスクリーンプラスを使用したい場合は Android システムスクリーンプラスを使用可能です。タップしてスクリーンプラスに切り替えるを選択しましょう。動画などのコンテンツを視聴したい場合は、エアキャスティングにしてテレビサイズ16対9に切り替えるのがおすすめです。皆さんもエンリアルエアと LG ベルベット L52A を使って MR モード、エアキャスティング、スクリーンプラスを楽しんでみてはいかがでしょうか。